セレネチャンネル年末恒例企画大予言スペシャル2025。東京池袋占い館セレネがお送りする YouTube チャンネルセレネチャンネル。今回は毎年恒例、来年に起こるであろうことを予想してぶった切る大予言スペシャルということで、今回はこちらの凄腕占い師の皆さんに集まっていただきました。よろしくお願いします。ポーズが決まっているということでございまして、まずはね、順番に自己紹介をしていただければと思いますが、まずは大陽よろしくお願いします。はい、どうも占い師の水森太陽です。今日も元気です。これいつもやってるんですいません。占い館セレーネっていうお店やってます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回もね、そうそうたる面々をね、来てもらって芸能人ですよ。芸能人ですから続いてはまず占い館セレーネの面々からご紹介していきましょう。まずは音羽先生お願いします。はい、音羽うてなと申します。よろしくお願いします。はい、音羽先生緊張してます？緊張してます。してます。まあリラックスして今日はよろしくお願いします。お願いします。さあ続きましてムクル先生お願いします。ムクルと申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。これが流れる頃には解禁されてるんですかね。まだか。1月くらいにちょっと地上波の方出られるので、セレーネのお知らせとか見といてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ムクル先生、今日はどうですか？緊張してます。ビッグのご一緒させていただく光栄です。はい、よろしくお願いします。では続きまして今年もお願いしております。チャン先生よろしくお願いします。どうも毎年やってますけど、原監督ですか？そうなんです。なぜかしないですけど、年末だけ来るチャルです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。都市伝説シリーズということで水森先生ともね、セレネチャンネルの方でご出演いただいてますけれども、今回は恒例大予言ということで毎年この時期になると悩まし毎年コピー使ってしまいすいません。い。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ最後でございます、セレネチャンネル初登場でございます。ではキックさん自己紹介お願いします。サイキック芸人キック、ごめんなさい。やり直していいですか？サイキック芸人キックです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかみんなポーズしてるからやった方がいいのかなみたいな。普段やり慣れないことやっちゃったんですけど、今日よろしくお願いいたします。お願いします。先生方と一緒にこうやらせていただいて非常に本当に光栄で。こちらこそですよね。いや、結構ね先日ね、ライブの方にもチャス先生とコラボさせていただいありてが、とうね一応お笑い芸人なんですけれども、なんか占いのお仕事とかが徐々にこう増えてきたりして、サイキック芸人ってこうハードルをね下げながらやってるんですけど、意外とねこの年運は芯食う時もあるんで。そう思ってます。シャツ先生とやられてる動画とか、やっぱり参考にさせてもらってます。ありがとうございます。楽しみですね。楽しみです僕はキックさんはね、本当にキックボクシングの芸人の頃から見てますからね。ああ、一度ライブも来ていただいてね。そうですね。はいはい、というわけでございまして、今回はですね、この5名、の皆様にですね、大予言していただくということになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。2025年の大予言、最初のテーマは政治経済でございます。何をおいてもですね、この政治経済というのはいろんな人に、みんなに影響を及ぼすものでございますから、はい、ぜひこれ気になる方も多いと思いますので、早速聞いていければと思います。では、一発目でございますが、当館館長、水森先生。はい、僕ですね。大変ですよね。まあシンプルに言うんだったら、チャツ先生と他の動画でも喋ってますけど、インド先生術の星座体のお牛座にこの24年から天王星が入ってると。西洋で言ったら来年の7月くらいから、風の星座の双子座に入るんですよ。今年の、24年ですね、これ収録してるの11月20日から冥王星も水亀座に入って、いわゆるほら風の時代とかって西洋占星術と奇形界隈がこう盛り上げてているじゃないですか。だからそれに本当にがっつり入るよと、言ってなんかいい時代かのようにこう言われてるじゃないですか。だけど84年前天王星が入ってた時期何があったのって言ったら太平洋戦争だし、その前は南北戦争とか明治維新だったりするんですよね。で独立戦争でもうちょっと冥王星のことを言っていくと248年ぶりに水亀座に来るんですけど、前回の水亀座の時ってフランス革命とか独立戦争かの時代なんで、ただごとじゃないですよね。日本も天明の飢饉とかがあったので、っていうとちょっと不吉な感じになるじゃないですか。そういう映像をいっぱい流してます今。すいません。そんな感じになるので、僕はあんまりね、トランプさんが
DS をぶっ壊すっつって任天堂大丈夫かなって思ってるんですけど、そっちだったんだ。2つありますからね。任天堂株大丈夫かななんて思ってるんですけど、そんなこと言ってるから、いわゆるトランプ革命みたいな感じとかに世界中振り回されるんじゃないかな。なんでだからギャンブラーの人にとっては上がったり下がったりするの面白いんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。逆に一発逆転的な。そう10分の1になるんだったらショートで仕掛ければすごい稼げるし、10倍になるんだったらっていうのあるじゃないですか。だからそういう山っ気のある人にとってはめったにないんですよ。戦後復興みたいな時ってホンダでもソニーでも出てきてますから、いわゆる稼ぎ時っちゃ稼ぎ時にこれから数年入ってくんじゃないかな。それのスタート用意ドンが始まる明るい話をなるべくしようかなとこれは明るいと捉えてくれるかどうかはともかく。そうそんな感じに思ってますけど。なるほど、ありがとうございます。チャンス先生、2025年の政治経済に関してお伺いできますでしょうか。先ほどね言ったみたいに大牛座に、天王星が入ってるっていうね、話があったんで、この7年っていうのは変革期っていうことだと思うんですけど、来年はもう完全に革命じゃないかなと。フランス革命っていうお話もありましたからね。今回はもうワールド革命じゃないですかね。ワールド革命声揃ってて経済も政治も大きく変わるとは思うんですよ。まず石破さんのね政権に関しては、基本的には短期政権だとは思うんですけど、来年参議院選挙あるんで、参議院選までは持つかなって感じもしなくはないんですよね。なるほど。だから来年1月あたりが一つちょっと要注意かなって感じはあるんだけど、そこを乗り切ったら意外と秋ぐらいまではやるかもなって感じもちょっとするんですよね。ここはね、来年は本当に流動的なんで、どこまで石破さんに責任を負わしてやめていただくかみたいな感じになる可能性もちょっとあるかなって気がする。大変だからね。そう大変な時誰も馬場は引きたくないから。だからもうどうせなってもらっていただいたんだからみたいな、感じはちょっと匂いがあるかな。ちょっといじめの構図みたいで嫌ですね。7月参議院選参議院選挙じゃないですか。だから逆に言えば8月9月とかここら辺で一旦退いていただいてみたいな流れがあってもおかしくないかなって感じではありますね。反米政権にしたくない思いもあるんじゃないかみたいなニュースもね、ね流れてますけども、円相場云々に関しては多分来年はもうアップダウン結構あると思うんで、ちょっと匂いとしては前半円安後半円高みたいな匂いがしないといけない。トランプ政権的には、トランプ的には流れ的に円高に持っていきたいだろうけど、社会的にっていうか世界的には抵抗はあると思うんで、簡単にそうはなんないかな。むしろ逆に円安加速する可能性もあると思うので、ただ後半ちょっと流れ変わりそうかなって感じの、液出してみるとそんな感じはするんですよね。ただどうあっても国民にあまり教授はないでしょう。円安になろうと円高になろうと国民はあんまりそれを受けられない。られないですよね。なんとも悲しい話ですね。国民の場所がそっぽ向かれてるような感じの出方なんですよ。だから結局空中戦やってるけど地上には影響ないみたいな。なんとも辛い話ですね。この後ね、別のブロックでね、一般人我々はどうなるんだっていうお話もあるので、そこでちょっと伺えればなと思うんですけども。物価高と税負担はなかなかちょっと来年はいい結果が出ないし、一番厄介なのがね、占ってすごい引っかかるのがまずインフラなんですよね。インフラ老朽化はちょっと結構来年すごくトラブルが出てくるんじゃないかなって感じがして、道路とか建物とか水道とか老朽化は今心配されてるんですけど、多分来年インフラとそれから高齢化が結構シビアになってくるじゃないですか。かなり高齢化が進んでいるっていうのはもうニュースでも流れてますね。なのでちょっとそこら辺はなかなかシビアかなって感じはしますね。あとすごく気になるのは万博ですけど、これステルス型の問題な気がするんですよ。ステルス型だからもう表立ってトラブル続きみたいな感じじゃなくて、結局万博やることによって潜伏してる問題が後を響いてくるみたいな。
なんかちょっと嫌な予感がするなんでよんですすけど、大丈夫ですだからちょっとこれはなんていうのかな、名言避けたいところもあるからなるほど。脈々といやちょっと例えばそれこそ万博やっている税金の負担は関西の人たちにはより負担としてくるだろうしっていうのもある意味ステルスだろうし、それ以外のね結局海外の人もやってきてみたいな部分だったりもねちょっとかかる。都市伝説界隈で有名な2025年の7月に、ね開催になりますんで、そうですね、まあ、一応ね現時点では2025年7月はまあ多分なんか都市伝説通りの結果はないんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、よくね地震だ津波だなんて話はありますけど、そことは違うんじゃないかと。と思いますね。今のところ首都直下は多分2025年はないだろうなと。で富士山噴火も今のところ5月になければ大丈夫じゃないかなって感じちょっと逆に言いますけど、5月は可能性あるんですか？なんかね変な出方してて、ただちょっと読みにくいんですよ。まあ、そこ乗り越えれば逆に言えばまあまあ、とりあえずはないだろうと、ただ日本で地震ありますかとかね、来年その噴火とかありますかってやると出るんですよ。っていうことは南海トラフとか首都直下型は多分ないと思うけど頻繁にあるかもしれないですね。火山噴火は東海沖と北陸あたりがちょっと注意。北陸具体的北陸、また能登もねまだ復興がね進んでる最中っていうところですけど、北陸のラインのどこら辺かなっていうのがちょっと定めにくいんで、なんか方角的にはそっちっぽいのと、あとは南西なんで、東京から見て南西って言ったら太平洋側あたりで東海沖かなって感じはするんですよね。だからまあ海底火山の噴火はちょっとまたあるかもしれないよね。南海トラフっていう感じよりもそういうなんか部分のそういった感じはちょっとありそう。あとウイルス流行はちょっと前半はなんか引っかかる出方してるんですよね。例のあれですかねって感じはしなくはないんですけどね。あれの可能性が、もしかしたらと。なんか3つくらい候補ありますけどね。あれかなあれかなあれかなというところではありますけども、ただ大爆発してる感じではない。そんななんか一気にワッとではない。そうですね。もうどこもかしこも閉鎖だなんだみたいなそういう感じではない。そこまでではないかなって感じはしますね。桃太郎のお供に出てきそうな動物とかつきそうですけどね。なるほどね。一体ねどれなんだかわかりませんけど僕はね。もっと怖いやつかもしれないけどね。犬なのかキジなのかサールなのかなんというところがありますね。はい、ありがとうございます。政治経済のジャンルラストは初登場キックはい、大先生よろしくお願いします。そうですね、やっぱりこれ経済のところを表す部分を見ると破滅に近いものが出てるんですよ。でこれがね本当怖くて、ただ実体経済と投資をやってる人がいて、完全にやってる人とやってない人では違う。逆に言うと投資やってる方はチャンスもあるんじゃないかなっていう部分はあるんですが、実体の経済というところだけ見るとほぼ破滅に近いっていうのが出てるんで、相当不景気になるんじゃないかなっていうのがまずあって、しかも自然災害みたいなお話されてたんですけど、人々の往来はできてるっていうのが出てるんですよ。だから2025年の7月になんか大きなことが起きて動けなくなるとかっていうのはないであろうと僕も思うんですけど、それにもかかわらず経済がこんなんダメになるっていうことは、よっぽどその政治的なタクトっていうのが経済音痴っていうことなのか、やっぱり民衆に負担がいくっていうことなのか、あとこれ食べ物なんかを表すハウスの部分でもあるんで、ちょっと来年自国土政農業にね根付くというか、お米とかっていうところだと米不足だったりとか、お金食べ物みたいなことでは結構苦しい感じになるんじゃないかなって、のっけからあんまりこんなね話はしたくないんですけど、今回も水森先生もチャツ先生もかなり重たい予言をされてますから、これキック先生がこうなってしまうのもしょうがないという部分かなりね厳しいものが出て、ただ経済的に金回りがすごく良くなりそうなのが恋愛産業がものすごい来年結婚とか恋愛とか、例えばくっつけるとかマッチングだったりとか婚活だったりとか、なんかザ・ノンフィクションという番組が結婚できない男性がみたいなすごいなんか人気になって、くっつけ屋さんみたいなのが今フューチャーされたりとかしてると思うんですけど、全体的な雰囲気が穏やかになったりとか、人との親密の情みたいな、収録してる2024年の3匹はもうすごい忙しいね、衝撃的なことばっかあるしスピーディーな感じだったんだけど、ちょっと穏やかになったりするような年にはなってくるかなって雰囲気は
なので恋愛産業にはかなり、あとまあレジャーとか芸術とか、まあ、イベント関係もそうですね、往来もできてるんで、その辺はチャンスありかなと。うんなるほど。空気的にはだからちょっと何かそういった部分ではプラスの部分もあるのかなとは。やっぱ物価とか食料とかかな、やっぱりね、生活が苦しいのかもしれないよね。その中で楽しみを見出そうとするんですかね、みんなね。占いなんとかなるかなっていう、逆にだから僕ほら実体経済だから実店構えてる。占いはね、このね、占いのところのハウス見ると、いろんなスピリチュアルとか、皇族でこう出てきた人たち、まあなんか僕なんかは、こんなこと言って大丈夫みたいなこと言われる時から結構やってたんですけど、後から入ってきてる人が多くなりすぎて、飽和状態になってひっくり返るというのが出てるんですよ。だから SSP とかふわふわしたことを言い過ぎてて実はシン食ってないものとかが結構精査されてふるいにかけられるっていうのは出てますね。それならちょっと安心かもしれない。割と真面目にやってる。逆に伝統的な歴史を持ってるものだったりとかそういうところの宗教みたいなものに対してはちょっと復権みたいなものは一応感じるものは出てるんですけども、今 YouTube なんかでもね、都市伝説の否定派が結構出てきてるしね。魔女狩りまでは行ってほしくないんですけど自然淘汰されちゃうのかなっていう感じはありますね。ただ経済は本当政治経済ともに政治に関してもどっちにつくかはっきりせえみたいなことを諸外国に問われるっていうような感じが出てるんで、チャイナなのか、欧米というか、ね、アメリカなのかみたいなことはよりなんかはっきりせいって言われるのかなと。全体的になんかちょっとはっきりしない、なんかモヤモヤする、ちょっと希望が持てづらいような年になっちゃうだろうなっていう感は出てます。はい。皆さんありがとうございました。いやいや、なかなかな内容ではございましたけれども、ムクル先生、ね、このね、大予言ちょっと皆さんの聞いていかがでした？いやーなんか重いですよね。私も見させていただいている中でちょっと不安なところも出てきたりとかしていたので、やっぱりそうかという気持ちに。ちなみになんか政治経済に関してちょっとこれだけ一言言っておきたいとかっていう方いらっしゃいますか？多分すっごい大きいこと言うじゃないですか。何言ってんですか。ここは YouTube ですよ。の始まりっぽい流れがちょっと来そうかなと。新しいものが台頭するっていう意味においては AI とか結構新しいものどんどん出てくると思うんだけど、今までのちゃんと利益を確保してた組織は食われ始めるっていうところは出てくると思うんですよね。自国土政の、こう平坦化するっていう、豪雨の年からある、もう一旦平らになるっていう意味では権威を持ってたものが崩れるとか、あと自国土政の年なんで小さいものがこう粒になって大衆でもこう固まると大きいものを平気で打ち倒しちゃうっていう作用が出てくると思うんで、本当大衆の時代とか大衆の声っていうのがかなり力を持つ時代にはなんじゃないかなと思いますけどね。だからなんかそういう意味で崩れるってことで言ったらマスコミの信頼性ももう崩れ始めてるし、おそらくちょっと来年は政治家の汚職と逮捕はすごく多いかもしれないですよね。そうですね。確かに。明るみに出るものってかなりありそうな感じはするので、僕もそんな気はします。そういう意味での改革革命みたいなのはあり得るかなって感じはしますね。上の方にいる人たちが安穏としてられないぞというようなところがあるかもしれない。すでにその中国から賄賂もらってるんじゃないかとかっていう人たちがちょっと何人か出てきてる人なんですよ。トランプさんになっていろいろそれで日本に住んでる方も気づくところが増えてくるんじゃないかなって、今まだねそこまで報道されてないことも多分どんどんめくられてくんでしょうね。米の司法省が言ってんのに、メディアで報じないじゃないですか。この辺がもう情報が民主化されちゃってるから。兵庫県のね、あれで象徴的でしたよね。よく分かったみたいな。っていうかあれでいくらなんでもっていうかテレビ見てる人たちでさえあれって思い始めてる。そういうところがひっくり返っていくところがあるかもしれない。トランプのなんか政権の面々がやばいじゃないですか。もうやばいのかまともなのかね。否定するみたいなニュアンスで言えば、一応トランプとしては戦争は一度は終わらせようとするだろうから、まあロシア・ウクライナは一応ある程度講和っていうところまで持ってくる可能性は高いし、イスラエルは一旦はおとなしくなる可能性はあるけど、イスラエルのは多分一旦はでしょうね。結構入りますもんね、イスラエル
関係に強そうな閣僚法人がどこまでこれ流せるんだ？いいんじゃないですか。だから別にもうロンポールも入るし、はいイーロン・マスクもいるし、はいはいでバンスもいるし、はいもうなんかアベンジャーズみたいな感じなんで、でなんといってもロバート・ケネディ・ジュニアなんですよ。これだって厚生省のね管轄ですからね、そうそれこそ問題、ここはもうね隠されたものが絡みにさらに出るっていうのが出てるんで、世界最大だったみたいな振り返りされる可能性はありますよね。まあこれ P 入れていただいてるんですけどでもそういうことももう言っていくべき時代だと思うんですよ。1月23日以降は言えるんじゃないかなっていうあ1月20日でトランプさんになってちょっと報道され始めたら日本人多分ねそこまで多分気づかないというか。そうですね、まあなかなかねというところではございますね。中国はかなり膠着状態になる可能性はあります。そうですね。表面上は綺麗に飾ってるけども中がごっちゃごちゃになってるみたいな感じの出方するんですよ、国内反乱とかに目を向けてたりとか、そういう意味じゃ対外有事とかの緊張はらみつつもそっちに動く余裕はないかもねって感じはしますよね、南シナ海とか内部分裂の種を潰していくみたいなイメージですかね。外にはでもいいことしか言わないっていう、形ではあると思うんだけど、わかりました。ありがとうございます。というわけでございまして、まずは政治経済のブロックでございました。2025年の大予言、続いてのテーマは生活、開運。先ほど政治経済についてのね予言がありましたけど、まあなかなかねちょっと重たい話がね続きました。生活はどのように変化していくのか、そして開運のためのアドバイスなんかも伺えればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。さあまずは大予言初参戦でございます音ハウテナ先生。はい。はい、よろしくお願いいたします。お願いしますさあ、2025年、皆さんの生活、我々の生活、どうなっていくのか、そして開運アドバイスなんか伺えればと思いますが、いかがはいでしょう。、緊張しているのでちょっとメモを2025年について感じたことをメモしてきたので、まず2025年は大変の年になっていくのかなっていうふうに私は思いました。大変だなって思うようなことがこまごま起こってくるとは思うんですが、大きく変わっていく、今まで潜在していたものがパカッて開いてこんにちはみたいな感じになっていろいろ知ることが増えたりとか、変わらざるを得ないみたいな、生活的にも考え方的にもっていうことが起こってくるから大変だなって思うけれども、逆の見方をすると変わらざるを得ないような時代なんだったら変わっちゃった方が開運するんじゃないかなって思ったんですね。変化に対して柔軟にとか、今までやってこなかったことを試してみるとか、新しい視点を取り入れてみるだったりとか、そういったことをちょっとずつ変化を楽しんでいくっていうような気持ちで、起こる事象に対して向き合っていくと、結果なんかすごく成長したなとか、気づいてよかったなとか、なんか振り返ったらいい年だったなっていう風に得られたことがいっぱいあるなとか、そういう風に感じるような2025年なんじゃないかなっていう風に思ったのが全体的なイメージです。なるほど。国が大変だっていうお話もね、ここまで散々来てますから、大変な時だからこそ変わることで、かえって自分自身の成長につながるんじゃないかと。はい。じゃあどんどん、チャレンジというか、新しいことに挑戦していく方が開運につながると。はい、そう思います。なるほど。はい、新しいことを取り入れようとしていく、好奇心を持っていじってみるとかやってみるとか、そんなのが開運していくんじゃないかなって。他には何か開運的なこととか、いろいろ他にもあるんでしょうか。実際に起こりそうな出来事としては、自然災害であったりとか、物価高っていうところもちょっとずつ2024年あたりから地味にちょっと上がってきて苦しいなっていうところがまたちょっとさらにみたいな感じであったりとか、あとは食料不足的なところであったりとか、移民が増えてくる問題とかね、良くも悪くもっていうようなところ起こってきそうなことなのかなっていうふうに感じますね。だから例えば備えあれば憂いなしみたいな感じで、自然災害っていうところも、やっぱり注意してた方がいいと思うので、ちゃんと何か起こるか起こらないか分からないけど準備をしておく、何かあった時のためにしっかり勉強したりとか、情報を収集するとか、備えておくとか、そういう風にちゃんと自分と、そしてその生活周りの人と向き合って過ごしていくことで、よりよく過ごしていけるのかなっていうか、乗り越えていけるというか、いろんなことが起きるからこそそこに対する備えが大事になってくるというと
ところですね。はい、まだ喋っても大丈夫ですか？まだ喋っても大丈夫です。2024年ってタツ年で水面下で大きなことが動いてるみたいな時期だったと思うんですけど、2025年はヘビ年になってくるので、その下でぐるぐるしてたものがニョキって顔出すみたいな感じになると思うので、今まで分からなかったことが見えてくるとか、気づかなかったことが知るようになることで、あ、そんなことになってたのねみたいな出来事が生活の中でちょこちょこ結構起こってくるんじゃないかなって思うんですね。みんなの生活の中でっていうのもありますし、それが個々人でも起こってくる感じがしていて、だから今まで自分がやってきたことの結果が分かりやすい形で現れるみたいな、現象として起こるみたいな、形が出るんじゃないかなと思うので、良くも悪くもって感じなんですね。だから逆を言ったら、今までその情報収集準備したりとか、自分と向き合ったりとか備えていたりとかしていた人にとっては、割とその準備が生かされる。それでより加速して自分の望みとか、こうなりたいなっていう夢に向かって進みやすくなるっていう感じもしますし、逆にちょっと眠っていたというか、準備をしてなかったりとか、お勉強してなかったりとか、向き合ってなかったりとか、なあなあに過ごしてきちゃった人にとっては、ちょっとって感じるような年にもなってしまうかもしれないので、逆を言ったら、その2025年に起こった出来事、自分の周りに起こった出来事に対して前向きに受け取って、じゃあ次自分はどういう選択をしていきたいのかとか、自分の中でちゃんと次の選択をどうしていくかっていう積極的なその向き合い、過ごし方だったりとか、流されるだけじゃなくって、ちゃんと自分がじゃあ次どうしていくのか、どうしていきたいのかっていうところに情報収集したりとか、お勉強したりとかしてやっていくことで開運する年になると思います。なるほどね。政治経済の分野でもね、大きく言えば世界中がいろいろとこう分かってくる中で、個人もいろいろとこうはっきりしてくる、見えてくると。その見えてくる中で、自分がどう行動するかが大事になってくると。はい。なるほど。冥王星が水亀座へ移動したじゃないですか、でそれからやっぱり感じるのは AI とかテクノロジーとか知性的な今までの考え方がガラッと変わっていくとか、そういったことが結構加速していくんじゃないかなって思うので、 AI とか興味を持っていじってみたりとか使ってみたりとかしていくのがいいんじゃないかなって思いました。なるほどね。もう本当に加速度的にね、どんどん進化していってますからね。わかりました。ありがとうございます。続いて、いきましょう。こちらも初参戦でございます。ムクル先生。はい、お願いいたします。先ほど音羽先生もおっしゃってらっしゃったかと思うんですけれど、私も結構ね、その状況っていうのが厳しい状況、環境になっていくような年になるっていう風に伝わってきてるので、それにこう柔軟に対応していく、適応する力っていうのが、必要になってくるかなっていう風に伝わってきてます。本当にこう直感力であったりだとか、あとは物事の本質を見抜く力っていうのがとっても大事になってくるかなっていう風に思うので、開運の鍵としては自分のね、その胸に手を当てて、これがいいものなのかどうかっていうのを、私はですね、胸に手を当てれば全て、その真実がね見えてくるっていう風に思ってるところがあるので、そういったところとか、もちろん情報だったりだとか、そういったところもね調べていただいたりだとか、そういったことも大事になってくるかなと思います。先ほどキック先生が、恋愛産業がすごく良くなるんじゃないかって言ってらっしゃいましたけれども、私もですね、パートナーとかその家族とか、そういったものをとても大事にした方がいいっていう風に伝わって、大変な時だからこそみたいなところはあると思うんですけれど、そういったところにこうみんなが意識がいくんじゃないかなっていう風に伝わってきていまして、周りの人たちと協力して、やっていくっていうんですかあとは好きなことを例えば仕事にしたりだとか、クリエイティブなこととかが来年結構こう盛
間になってくるんじゃないかっていう風に私は伝わってきているので、お仕事にされたいなって思っていらっしゃる方がいらっしゃるのであれば、それに向かってですね、始めるみたいな年でもあるんじゃないかなっていう風に伝わってくるので、それをちょっとねこう意識していただくといいかなと思います。あとはですね、食べ物で言うとハーブとか薬草とかがいいって。ハーブ、薬草。なんかそうです山菜とか山菜草って言っちゃった。草を食える。サラダとかもいいかもしれないです木けど。のとのとした草がね。そうですね。そう、昨日の年、なんでそういう風に教えてくれたかわかんなかったんですけど、ハーブとかエクサとか草とかだよって言ってくれたので、それと、あと、色味は淡いグリーンとか淡いピンクとかがいいって。なるほど。ありがとうございます。まあ、相談と言いますかね。やっぱり荒れる世の中だからこそ本質的なものだったり、人とのつながりがこれから大事になってくるような年じゃないかと。このようなお話を、お二人から伺ってまいりましたけども、チャス先生。ここまでちょっといろんなお話がありましたけども、いかがでしょうか。生活云々っていう部分になると、ちょっと来年は本当に食料問題はちょっとあると思うし、災害の問題もね、ちょっとありそうなんで、とにかく備蓄と災害の、用具っていうか、そこら辺をちゃんと確保しとくっていうのは、逆に守るっていう意味になっちゃうんだけど、一種の開運グッズかもしれないなっていうところはあると思うんですよね。なるほどね。やはりそういう準備をすること自体がもう開運につながっていると。だからヘビってよくお金と連動して考えられやすいんだけど、あれは本来とぐろを巻いてお金を守るので、要は勝負に出る年じゃないんですよ。だから勝負に出れる人は出ていいですけど、一般の人が勝負に出ていい年とは言い難い。本当ギャンブラーだけ。そうだからギャンブラーの資格を持ってる人だけギャンブルやればいいんであって、一般の人はむしろ貯蓄を守るっていうか、いかに自分のお金を守るかとか、命を守るかとかね、食料を確保するかとかっていうのを意識すること自体が開運につながるんじゃないのかなっていう。木のとの実って売りが木のとで5行で木でしょ。で、実って5行だと火じゃないですか。だから木が枯れやすいんですよ。なので育ちにくいとかね、ちょっとイメージはどうしてもあるので、今の時期にこういう年回りっていうのはちょっと匂いとしてはあんまり良くないんだよね。で、備蓄として水を確保するっていうのもあると思うんだけど、水そのものが意外と開運につながりそうだなって感じもちょっとある。木が燃えてるからみたいな。そう。だから加湿器とかが開運グッズかもしれないし、っていうところもあるし、あと例えば今アフリカのサハラ砂漠に湖ができてるんじゃない。大雨すぎてついにアフリカのサハラ砂漠に湖ができ始めたんですよ。面白い。でこれが地質学的にはアマゾンが全滅する可能性が出てきてるんです。なるほど。サハラ砂漠の通常砂漠化してるところの砂が風に乗ってアマゾンまで降り注ぐときに、そこにやっぱミネラルとかがあるらしいんですよ。でそれがアマゾンに行くことによってアマゾンの植物って栄養が保たれてるらしいんだけど、あまりの大雨で今年それがなかったらしい。飛んでいかないんだ。でこれが何年も続くとアマゾンの植物が枯れ始めるっていう話があるらしいんだよね。風が吹けば桶屋が儲かるみたいなのの超絶マイナスバージョンが今いろんなところで起き始めるぐらいに異常気象が起きてる。なのでおそらく来年はもう温暖化っていうよりももう熱帯化なんで、熱帯化のところともう超大雨洪水っていうところと分断されて、相変わらずサハラ砂漠に雨降ってるとか、もうドバイがね洪水だとかっていうのはあり得るし、で日本はね逆に雨降んないとか全然降んないとかね、いう可能性は結構あると思うんだよね。水の確保みたいなのは結構そういうのも含めて政治的な海外から日本やってくるとか土地買うみたいな話がまたちょっと加速しそうな匂いもありますよね。2025年守りを意識するっていうのが大事になってくる。例えば田舎行って野菜作るとかそういうのは別にいいと思うんですけど、蛇年って来年時刻じゃないですか。
自国の蛇年って豊作が出やすいっていう話があるんですよ。うん豊作っていうのは方位の災いですね。だからあんまり強方位に移動するとその災いが出やすいっていう話があったりするので、方位のことをよく分かってる先生が近くにいたらそういうのちょっと見てもらうのもいいかもしれないですね。農業がね大事になってくるっていう話は水森先生もね。ああ、そうですね。だから去年から米作り始めて、うんはい僕もその流れの中でやっぱり自国土星の年なんで、土にとかね、大地にこう関わるものってことでは農業やってみるとか、裸足になってちょっとグラウンディングするとか、土地とつながるチャンスの1年でもあるんじゃないかなって思うんですよ。まあ米不足になるかもしれないとかって言ってるんだけど、玄米食べるとか、世の中が大変だからこそ、地に足をつけるような心構えと行動することが、守りの意味での開運になるんじゃないかなと思いますけどね。確かに確かに。音羽先生も食料があって言ってたんで、本当にキック先生も言うし、嫌なところにしてるなって僕は食いしん坊なんでちょっと心配なんですけど。まあでも本当に守りをね備えていくっていうところが大事だとは思いますね。辰巳天井とかって言うじゃないですか、相場の格言だと。相場やってる人は、見年はまだいいのかもしれないけど、落ちる前の天井だと思うんですよね。だから本当にそこは、もうなんかこう、ね、エッジでこう。ね、すごくこう、ヘビー、やっぱトグロを巻いて資産を防衛するっていうことは大事なんだなと思いますね。見極められる人はいくらでもやれる。まあまあまあ、そうですね。いつの世もそうですもんね。乗せられないのは大事って感じですね。ちなみに運気の良いスポットとかっていうのはあるんですかね。パワースポットじゃないですけど。ヘビってイメージだと爬虫類なんですけど、もっとやっぱ象徴は川なんですよ。竜とかヘビとかっていうのはやっぱ象徴的にうねってる、その形自体が一種川だったりもするので、清らかな清流の場所とかはスポットかな。あと、いい水出るところ。なるほど。金沢神社とかいいですよね。いいかもしれない井戸があって、蛇のこういうお守りとか売ってるんですよ。見年に結構大盛り上がりするんじゃないかなって思いますけどね。あとまあ弁天さんとかはやっぱ右さんなので、あとライブ配信でご出演いただいた時に氏神様にお参りここからは行った方がいいんじゃないかっていう話ありましたもんね。土地とつながるっていう意味においては氏神さん参りってすごい大事だと思う。これはまた占いと都市伝説でミニコーナー作って別枠でやろうとは思ってるんですけど、特に来年とかね、なんかそこを立ち返るっていうか、もうそろそろ週末って気がするんでね。なんか週末のためのね、なんか氏神様参りみたいな感じはちょっと考えてます。氏神様運動のね、素晴らしいお話されてますもんね。みんながそれをやれば国土が守られると。そんな動画もありますので、ぜひ今後もチェックしていただければと思います。というわけでございまして、生活、開運のジャンルでございました。ありがとうございました。2025年の大予言、続いてのテーマは芸能スポーツ。占い界でも根強い人気のテーマではございます。2024年はスポーツも盛り上がりましたけれども、この2025年どうなるのかを伺えればと思います。まずはキク先生、芸能スポーツのジャンルですから、ここはちょっとキク先生聞かないわけにはいかないので。自国土星の年なんで大衆的なタレントが流行るっていうか、なんか安い丼を紹介するようなね、情報番組でみたいな、あんまり好きじゃないんだけど、親しみやすいとか、もう大衆的タレントが結構チャンスをつかめる時なんじゃないかなって。富裕層に向けてのハイソなものを紹介するとかじゃなくて、お得ですよ、ポイ活がとか、商店街のこれが安くてうまいとか、そういうのが流行るような流れ、タレントもそうだし番組も、あとは母性なんで、やっぱりこうおっかさん像じゃないですけれども、なんかこう母を感じさせる、占いで言ったら〇〇の母みたいな、ああいう人たちがこう出てくる。どちらかというと年長でちゃんと話を聞いてくれて、酸いも甘いも経験があってみたいな人が人気をつかむんじゃないかな。寂聴さんとかね、亡くなっちゃいましたけど、〇〇の母みたいな、こういう人たちが少し出てくるんじゃないかな。スポーツ界もそういう女性の活躍ですよね。女性のアスリートで年を経てもね活躍されてる人みたいなのが輝くとか、そういう人を応援するみたいな流れが出てくるんじゃないかなと。ただ全体的にやっぱり大衆的なものが好まれるような身近な感覚を得られるような人たちが人気とかチャンスをつかむ年になるんじゃないかなと思ってます。
はい。なるほどね、うんやっぱりちょっと距離感が近い人、女性アスリートはもうキャリアを積み重ねてもなおご活躍というような方がもしかしたらもう女性アスリートで出てくるんじゃないかという、うん、人気になるんじゃないかなと、親しみやすさとかね、感じた。ママタレントとかもそうでしょうけれどもね。ああママタレね、うんそれこそね今ね辻希美さんがすごくねあ注目されたりとかねそうそうそうありますからね。いかにこう生活をお得にとか、うんまあ、できるかみたいなことを、まあね、経済が大変というのが出てますから、そこをこううまく発信できるような身近な感じのタレントさんがチャンスつかむんじゃないかなと、うんいろんな発信をすることによってね、ここには結構お金は落ちてくるとは思いますよ。おお、そこになるほど、YouTube とかで生活の知恵みたいな、なんかそういうチャンネルは伸びますか？そうですね、生活防衛とかこんなお得なものがありますよとか、よくねなんか TikTok とかでもあるけど、こうすると意外とお金がもらえるとか、なんか節約になるとか、ポイ活じゃないですけどもね、そういう発信はおのおのしてもいいんじゃないかなと思いますね。そういうちょっと有用な感じがもしかしたらいいのかと。なるほど、わかりました。ありがとうございます。さあ続きましてはムクル先生、芸能スポーツっていう雰囲気ではないような気もするんですけども、いかがでしょうか。2025年芸能スポーツ。そうですね、私も見させていただいて、キック先生が先ほどおっしゃっていらっしゃったと思うんですけど、大衆向けなものがね、流行ってくるんじゃないかっていうお話でしたが、私もそう見させていただいた時にカップの10っていうねカードを出してくれた2人の男女と子供たちが描かれてるようなカードなので、本当に家族をね象徴するようなカードが出てきてるので、やっぱりそういったなんかファミリー向けなとか節約とかもそうかもしれないですけど、家計にこう優しいとかそういうものが芸能でもこう流行ってくるんじゃないかなっていう感じがします。女王様のカードが2枚出てきていて、ちょっと逆位置ではあるんですけれど出てきているので、やっぱり女性のタレントさんだったりとかそういった活躍もあるのかなっていう感じも伝わってきてます。ただもしかしたらなんかスキャンダルあそういったことがまあこう明るみに出てきたりとかっていうのもあるのかなっていう感じがしますね。はい。これはね、水森先生が別の動画でもね、キックトーカーの年ということで、そうですね、女性タレントさん、とかのスキャンダルは、今年と来年出やすいので、まあ、ふわっとした事件がありましたけど、何チャンネルかわかんないですけど、この2枚の出方の女性側の不倫っていうのがね、女性タレント側の不倫みたいなのがね、問題になりそうですよね。しかも結構女王的な人ですよね、多分ね。結構強そうな感じというか、こんな人がみたいな。でもご活躍をされる女性も増えるんじゃないかっていうところですよね。いい方にできればね、働いてほしいですよね。わかりました。ありがとうございます。というところでおしまいにしようかなと思ったんですけども、この台本にねこれをね書いた構成作家の大山ゴールドさんからね、どうしても聞いてくれっていう風に書いてあるんで、ちょっと穂香先生にねこの場で占っていただきたいんですけども、はい。まっちゃん問題あまっちゃんでございます。はいね、一体どうなるのかちょっとカードで見ていただけますか。わかりました。お願いします。はい。まっちゃんですよ。まっちゃんのね、そのね生年月日的な話はどうなんですかね。木業でなんか起きてるような気がしますけどね。だから来年も木の年なんでどうなんだろうなとか、この時点で期間っていう。全然占いではないんですけど、予知夢で自分のお世話になってる先輩が復活するっていうのを夢で見たんで、まあということは松本さんも当然ながら関白というかされるんだろうなっていうふうには思ってますけどね。さあどうでしょう。何かが解放されるみたいなことはあるんじゃないかなって、一つ本人的には喜ばしいなって思うような夢が開ける、希望が見えてくるみたいな感じか。そういう感じですね。結論から言うと、きっと表にバッて分かりやすい形で出るっていう感じではないんじゃないかな。出れない、出たいけど出れないみたいな感じになりそうなんですよ。ただ来年ね、5月以降くらいかな、5月以降くらいからこの希望の星っていうのが出ていたりもするので、この辺りになってくると先の
希望が見えたっていうような状況になって、でも最終的にはワンドの6の逆っていう形で出ていたりもするので、だし夢がちょっと叶いづらいとかちょっと苦しい状況は続くみたいな感じもするんで、継続っていうか続行、何か向き合ってることは継続してやっていく。ちょっと苦しいな、ちょっと希望がパッて分かりやすい形では叶わないなっていうのがあるかなって。解放も出てるそうなんですよ。これキーになるところに愚者のカードっていうのもいるので、一つ何かからを解放されるっていうような動きもあるんじゃないかなって。今ねやっぱりいろいろとねいろんなお話がありますけど、そこが何か一つ解放はされるけど、まあ、すぐさま復帰というところにはなかなかちょっと行きづらいかもしれない。でも水面下ではサポートとかなんかきっと得ながら進めていく感じはすごくしますね。年末笑ってはいけないみたいですけどね。ですよね。あるとすればやっぱりそれこそね年末後半になったら見えてくるかも。暗い年だから笑いたいですけどね。あれですよね。なかなか難しいところかもしれませんが、果たしてどうなのかというところでございます。はい、太田先生ありがとうございます。はい、というわけでございまして、ここまで芸能スポーツのジャンル伺ってまいりました。ありがとうございました。2025年の大予言最後のテーマは都市伝説オカルト、前回から加わったテーマではございますが、セレネチャンネルの方でもね、水森先生とジャス先生によります都市伝説を扱った動画アップされておりますので、よかったらそちらもご覧いただければと思うんですけども、早速ではございますが、ここは水森先生からちょっとお話の方を伺えればと思うんですけれども、はい、何を何を何を都市伝説です。よく YouTuber さんに散々こすられている、2025年7月とかね、そうですね、言われてますよね。はい、僕も何か雑誌かなんかでこうインタビューみたいなで答えたりもしたんですけど、7月なんかあるかなっていうのがちょっと微妙な感じで、ただ来年って結構いろんな点々がこの2024年の11月からまず冥王星が移るんですよ、冥王星術で。3月の終わりに海洋星がお羊座の頭の方入ってくるんですよ、で5月の後半に土星も入ってくるんですね、で7月になると天王星が入ってきて、これがちょっと専門的な言葉になるんですけど、カイトのような形に火星も来て8月くらいになるんですよ。タコみたいな形になるので、7月かなとは思うんだけど、8月くらいに新しい時代に移るぞって。だけどそれぞれの星がね、これまた専門用語出てきちゃうんですけど、逆行って言って後ろに戻ってくような感じになるので、変わりそうだ変わらないなんかぐちゃーみたいなのは多分6、7、8あたりはあるのかなっていうのと、どっちかっつうと災害とかだったら先ほどおっしゃってた5月の僕は中盤くらいか9月の頭くらいの方が何か大きい変化あるんじゃないかなっていう気はしてます。なるほどね。いわゆるね、辰木亮先生のね、私が見た未来、あちらの方でね、2025年の7月ね、もう時間までね予言されてるというお話ですけども、大災害というのは7月ではないんじゃないかというところですかね。だからどちらかというと起きそうなのは5月とか9月とかの方がある、セオリー通りだったらその辺の方が僕はあるんじゃないかなと思ってるんですけど、時代自体が大きく変わるか変わらないかの葛藤みたいなのが、海洋星と土星がお羊座の頭で重なるのってすごいもう1000年2000年単位みたいな感じなんですよ。お羊座ってスタートなんで、そこの変化ってどのくらいなのか分かんないですよね。歴史の資料とか古代史みたいな話になるのでね、もう神話の世界なんで。そういう意味で言ったらそれこそ津波じゃないけども、それぐらいの大変革は起きてもおかしくないかもしれないっていうところですかね。土星はリアリズムで、海洋星幻想的なんで、こういう風に変わりたいけど変われないとか、現実はこうだとか、そういうね、やっぱり分断はまだまだあるんじゃないかなっていう気はしますけどね。来年もなかなかにちょっと動きが厳しいというか激しいというか、ありそうだというところはあるかな。そうですね。ありがとうございます。続けてちょっと伺いましょうか。チャン先生。はい、都市伝説といえば毎年ね、ここら辺の時期に出てくるエコノミストの表紙なんですけど、来ました。中心にトランプがいてですね、黒枠で習近平さんとかウクライナのね、ゼレンスキーとか、なんかいろいろ載ってますけどね、右端にねちょっと女性の写真があって、この人誰だって話が結構なんか TikTok とかでもなんか言われてるんだけど、おそらく欧州委員会の委員長さんかのウルズラ・フォンデアライエンさんだと思うんですよね。この人ね、どちらかっていうと結構強力な左派の人だったはずなんだけど、今なんか中道派も右派もまとめ上げて
る感じの人ですよね。ほうドイツの人ですけど、温暖化推進派の人なんで、多分トランプさんと衝突する可能性高い。温暖化問題っていうことです温暖化問ね。題を解決しようって言そうってる方そうそうそうっていうことですね。で、トランプさんはもう離脱で、うんそんなものはないって言ってるから、なんかちょっとそこら辺の問題は、で、クローズアップされてる可能性あるかなって感じはするんですよね。で、その他の件に関してはね、エコノミストまた細かく解説するYouTuber の方がいっぱいいらっしゃると思うんで、そこ見ていただければいいんですけど、やっぱ気になるのがね、ちょっと赤い、まあ太陽の絵と、それからこの円状の一番上に土星が描かれてるっていうね。この土星は YouTuber の人も先政治的な解釈とかをいろいろ考えてたりもするんですけど、来年って土星の輪が消えるんですよね。土星の輪消失っていうキーワードで Wikipedia とかちゃんと出てくるんで、要はその真横になるんで土星の輪が一瞬見えなくなるんですよ。2025年の3月から一応元に戻るのが11月ぐらいというふうに聞いてるんですけど、多分これを指してんじゃないかなと。でちょっと調べてみたら土星の輪が消失するっていうのって15年に1回ぐらいなんですよ。前って2009年の後半なんですね。その前って1995年から96年自民党大敗してるよね。でっかい災害もありましたよね。村山首相の時で、その後に1995年から6年っていうのは村山首相の時期で、自民党政権じゃないじゃない。で、阪神・淡路大震災があったじゃん。で、2009年の9月か10月ぐらいから8ヶ月、9ヶ月、我が消失するっていう時期だけど、菅さんとかの、民主党政権ですよね。その時期なんですよね。で、その後、今度東日本大震災じゃないですか。地震の時期としてはずれはあるんですけど、自民党がポシャってる時と妙に連動しているよねっていうのが、保守が崩れてるとか、土星の輪が消失しているタイミングに改革を起こしてる。っていうニュアンスなんですよ。で、その前っていうと1980年で、1980年っていうと、ここ大平さんとかの時代なんで、解散総選挙とかはしてるけど、そこまで大崩れはしてない。だけど、その前って言ったら、東京オリンピックぐらいなんで、まあ大転換期じゃないですか。確かに改革とか、っていうところと、なんかその安定が壊れてるみたいなのは、妙に連動してるので、エコノミストの表紙がね、頭上に持ってきてるのは、ちょっとそういう暗示があるのかなと。この流れで、自民党じゃないところから首相が出てきたら、なかなかすごいよねっていう。でも今、連立で、なんかそういう流れもちょっっと模索中じゃないですか。確かに。どっちとくっつくのかわかんないですからね。玉木さんとか、野田さんとか。っていう流れがあってもっていうのも、なんかその土星の消失問題と、なんか連動させると非常に面白い。玉木さんの問題もね、ちょっと送り込んだ説ありますもんね。いろんなお話がね、ありますからね。まだこの視点のネタはあまり出てないよね。よそさんでは見られないことを話しております。あともう一つやっぱり気になるのは太陽フレアですね。この若い太陽ね。来年はすごい活性化するっていう話がね、ちょっとやっぱり匂いとしてはあって、誤作動するレベルじゃなくて止まってしまうっていうのだと、もう EV 車とかやばいですよね。完全に止まっちゃうよね。電気自動車とか。欧州の方はね、今 EV シフトしたのがこれ本当に良かったのかみたいな問題も今出てきてますよね。実際ね、ものすごく暑かったり寒かったりするとね、もう全然動かなかったりとかっていうのが露見しちゃってるけど、太陽フレアなんてパンと来た瞬間に全部止まっちゃうから、そうなっちゃうとねみたいなね。太陽フレアに関してはね、どれぐらいのレベルになるだろうか予想がつかなくて、ただ引き出してみると不穏な出方をするんですよ。だから全くないっていう感じではないかなっていうのがちょっと気になる。そういうところでね、ちょっとね、都市伝説的なニュアンスだとね、この2つがすごくね、気になるところでしたね。いやー、面白いですね。面白いですね。
このエコノミストって日本の方の顔とかは出てこないけど全体を見るとちょっと日の丸っぽかったりとか、そうね。なんかその常に背後に日本が描かれてるような気もするんだけど、去年今年がなんか続けてこのね白地に黒赤い円みたいな感じがなんか日本的で、世界の黒幕の一人は日本人なんで結局はね日本なんだとかっていうふうに、逆にもう日本っていうのは完全に操られてるっていうね話もあるし、なるほど、日本の上に乗っかってるこういう勢力が、そう結ん局それがもうその食い尽くしてる。なお金を支えるからこそ争いが絶えないなっていうね、話が。ただいわゆるその IT 関係でね、スマホだとかパソコンだとかチップだとかっていうのは日本ってどうしてもデフレの期間に遅れを取ってるんだけど、それを作る機械に関しては日本の機械がなければほぼ作れないっていうぐらいじゃない。素材とかもそうですよね。そうロボットとかさ、独占に近いぐらい日本のロボットとか使われて作ってたりするし、日本が終わったら IT 終わるじゃんっていうのもあるし、命運を握ってるんだけど上に乗っかられてるみたいな構図で見るとなんか分かりやすいですよね。オープン AI のね、方もね、日本の方にやってきたりとかっていうのもあったりしますけど、あると思います。結構 AI 関係投資されてますよね。あとはちょっと違いますけど、YouTube のね、一番の登録者数を持ってらっしゃる方が日本の方にいらっしゃったりとかして、今は違うところに行ったんでしたっけ？いや、わかんない。まだいるのかね。まだ確かに日本にいらっしゃるかなと思うんですけども、調べたやつをテロップで出しておきます。都市伝説っぽいこと言うんだったら、ビル・ゲイツさんの別荘が軽井沢にありますよね。地下にものすごいねシェルターがあるっていう話があるから、トランプさんがいろいろこうね、やったらね、納税してくれるかもしれないですよね。日本に逃げてくるって説もありますからね。どうなっちゃうんでしょうかね、本当にね。ということでございまして、都市伝説オカルトのコーナーでございました。というわけでございまして、そろそろエンディングのお時間でございます。皆様長丁場ありがとうございました。ちょっと感想を伺えればと思うんですけども、まずは初登場キックス先生。ありがとうございます。ありがとうございました。いかがでしたか今日？まあやっぱりちょっといろいろとこれだけの面々でリンクする部分は結構気になりますよね。だからもう今の段階からそこに対してどうしていくかってことをもう考え出そうかなというふうに、思ってしまうぐらいちょっといろんなリンクがありましたね、シンクロが。はい。ありがとうございました。チャン先生いかがでしたか？結構不吉なことをいっぱい言いましたけど、駅出しててちょっと不思議だったのは、それでもなんかね、日本は潰れないなんか強さみたいのも垣間見える駅の化が出てるんですよね。だからなんか良くはないけど、そこまで潰れないよねっていう感じもなんかあるんですよ。だからやっぱなんかどっか底力っていうかね、やっぱあるかなっていう気はしますよね。それとやっぱり精神世界系みたいなことで言えば、特にインド先生術なんかだと今ケイトゥの時期っていうことで霊的な覚醒とかね、日本人覚醒の時期みたいな受け取り方してる人でも非常に多いんでね、まあ物質性としては混乱の時期だろうけど、精神性としては覚醒できるタイミングっていう、まあ前向きな見方もできるんで、まあ気づけるタイミングなのかなって感じがします。はい。このね、動画も気づきの一つになればいいなと思いますね。ありがとうございました。野口先生いかがでしたか？いやー、なんかすごい勉強になる視聴者の気持ち出てます。失礼しますこの場にいさせていただけて光栄だなと思いました。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。はい。音羽先生も初登場いかがでしたか？ね、皆さんの考察を聞いていてとっても私も勉強になりましたし、ジャズ先生が持ってきてくださったザ・ワールド・アヘッド2025年の図を見ていて私が感じたのが、やっぱり日本の形にやっぱり見えますし、日本っていうのが実は面を握っているっていう底力的なものも感じますし、それでいてさまざまなワールド的に2025年で変化っていうのもしていく中で、その日本が食い尽くされているっていう風にもやっぱり感じますし、その中でやっぱりどれだけ日本の一人一人が日本的にとかワールド的に起こっていることを本物の情報をしっかり取りに行くことであったりとか、気づいていく、目覚めていくというか、何が本
当に大事なことなのか、そして一人一人ができることを探っていくっていうことで、日本っていうところもすごくきっといい方向にというかね、なっていくだろうし、それが結果的にワールド的な影響っていう風なところにもなっていくんじゃないかなって思うので、そんなことを感じました。なるほどね。このエコノミストの表紙ね、毎年ね、都市伝説界隈ではね、取り上げられてますけども、今年なんか特にちょっと日本っぽい感じは確かに見える気もしますからね、本当にいい方向にね、進めてあげればと思いますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後、水森先生、今回はね、本当に初登場の方にね、たくさん来ていただいているわけでございますけど、いかがでしたか、今回。いや皆さんありがとうございました。本当にぜひ皆さんの SNS とかこうチェックしていただいて、キック先生のね YouTube チャンネルもぜひフォローしていただいて、僕らが出てる動画もあるんで、まだ見てない方はぜひ、見ていただけたらななんていうふうにも思います。ムクルさんは年始にちょっと、出ますんでよろしくお願いします。とか先生実は急遽だったんですよね。はい、本当ありがとうございました。ありがとうございます。何よりチャンス先生ですよ。毎年ね、本当この時期こき使っちゃってっていう感じで、本当に自分の先生こんな扱いしていいのかなっていうふうに毎年ありがたいなって思ってるんですけど、何よりね僕は聞きたいんですよこれ。そうですね。特にもうこっからね3年ぐらい多分大変だと思ってるので、やっぱり答え合わせみたいなのできてよかったなっていうので、いろいろね世界変化していくと思うんですけど、気合い入れていこうぜみたいな感じですかね。はい。本当ですね。はい、水野さんありがとうございました。はい、今回ご出演の皆さんの SNS 等に関しましては概要欄の方にリンク貼っております。キックさんのね YouTube チャンネルに関しましてもですね、こちら貼らせていただいておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして何よりこの動画のですね、高評価、チャンネル登録、コメントの方もぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。キックさんなんか告知とかあります？ TikTok の生ライブをガンガンちょっとやるようになっていきますんで、そちらの方ぜひフォローしていただければと思います。よろしくお願いします。フォローします。はい、こちらもよろしくお願いします。じゃあ先生なんかお知らせございますか？大丈夫です。はい、わかりました。リンク貼っておきます。というわけでございまして、以上、大予言スペシャル2025でございました。果たして予言は的中するのでしょうか？また来年お会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。だね。ありがとうございます。